どうも、猫の目です。今回栗のシブーストを作ります。シブーストっていうのは、そもそもクレームシブースト、シブーストクリームって呼ばれるものがあるんよ。それが、イタリアンメレンゲとクレームパティシエール、カスタードやね。それを合わせて、ゼラチンで固めたみたいな。ちょっと珍しめのクリーム。で、それをこうメインでドーンってしたお菓子。で、一番はシブーストの中にガルニチュールとしてリンゴを入れて、リンゴのシブーストにするのが多いんやけど、この間栗のやつやったやん。ショートケーキマロンみたいなやつ。間違っていっぱいあれを買ったんよね。栗のペースト、マロンペースト。それをちょっと消費したいなっていうことで、秋にしがみつきながらやっちゃおうという感じです。ということで、作っていきましょう。めっちゃ今日早いね、この説明。そしたらまずは底生地になるパータブリゼから作っていきます。タルト生地みたいなもん。そのブリゼっていうのが壊れるみたいな、砕けるみたいな意味で、簡単なパイ生地みたいな。普通のパートシュクレ、タルト生地とかより、バターのかけらが生地に残った状態になるんよね。で、そのバターの残ったとこっていうのは、焼いたら溶けて空洞になるんよ。やけちょっとパリパリするよみたいな生地を作っていきます。で、この材料は、全部計量して冷蔵庫で冷やしときます。がっつり冷やしとる。で、まず薄力粉と、で、バター。でバターはこの1センチ角ぐらいの角切りにして、計量しておきます。で、これをカードで刻んでいきます。やったらバターを細かくしていきよるんよね、これ。で、このバターを固形で残したいんよね。このブリゼとかを。固形で残したいけん材料とかも全部冷やすし、今はまだ手で触らずにカードである程度細かくしていくっていう段階で、ある程度細かくなったなと思ったら、手で軽くすり合わせる感じ。これサブラージュっていうんやけど、これで、さらにバターを細かく。これもね、あんまちんたらやりよるとバターが溶けるけん。でね、ちょっと黄色っぽくなるんよね。わかるかいなこれ。比較とか取ってないけど。なんとなく黄色っぽくなるんよね。で、サブラージュしたらここに、水と、塩と卵黄。お店とかやとね、水は氷水を作っといて、そこから氷だけ入らんようにして取るっていうやり方をやったりするとこもある。めっちゃ今説明下手やったもしかして。で、そしたらこっちに加えます。で、水分が入った後は、薄力粉をあんま練りすぎるといかんけん、切るように混ぜて、こんな感じでまとまったら OK。で、そしたらこれは、ラップに出して、はい、これで冷蔵庫で1時間ぐらい冷やしていきます。一晩とか冷やしてもいいけどね。そしたらブリゼ冷やしとる間に、ちょっと順番ごちゃっとするんやけど、先にクレームシブースト作っとこうかなと思います。で、まずカスタード。牛乳と、牛乳横の方で火にかけとって、で、卵黄とグラニュー糖をブランシールしときます。ちょっとグラニュー糖1つまみ牛乳の方に入れとくと膜が張りにくくなるけん入れて、で砂糖がちゃんと溶けたら薄力粉入れて、こっちは軽く混ぜるだけでいいけん。はい、こんな感じ。で、このパティシエール、カスタードの炊き方はね、個別の動画もあるけん、ちょっと不安だよっていう人とかは、そっちを見てほしいよ。で、牛乳が溜まったら、うちにわーっと入れて、で、こっちの鍋に戻します。で、そしたら中火で焦げんようにワシワシ混ぜながら炊いていきます。
で、こう一回めっちゃ硬くなるよね、こうやって。ドロドロって。で、こっからもうちょい火を入れると、こう、なんかサラサラっとなってくるんよ。はい、こんな感じ。こうさっきみたいに持ち上げれんで、こうサラサラサラって落ちる。こうやってやったら OK。で、ここにふやかしとったゼラチン。これ、ある程度あったかいうちじゃないとゼラチンが溶けんけん。ポイって入れて、そしたらこれをこのマロンペーストに加えていきます。一気に加えるとね、泳ぐけん何回かに分けて、はい、じゃあそしたらこれはぴったりラップして、でこれで置いときます。でこの後イタリアンメレンゲと合わせるんやけど、そのお店とかやったらカスタードとイタリアンメレンゲが同時に上がるようにこう調整しながらやったりするんやけど、家やとね、卓上ミキサー、あるんやけど、卓上ミキサーとか、ない人の方が多いと思うけん、こっち作って、さっさとイタリアンメレンゲを作る。そしたら、イタリアンメレンゲを作っていきます。手鍋に水と、グラニュー糖。で、火にかけます。で、このシロップを、118度、120度ぐらいまで煮詰めて、卵白に入れながら泡立てるっていうメレンゲね。で、卵白と、で、あとハンドミキサー用意しておきます。今回量も多いけん、もう中速ぐらいで、ある程度こっち泡立てときます。はい、こんな感じで、しっかり泡立って、で、ある程度粗熱が取れてたら OK。やっぱイタリアンメレンゲはね、カメラを気にする余裕がなくなっちゃうね。まず最初1すくいぐらい入れて、ホイッパーでこっからは、ゴムベラであんまり空気を潰しすぎんように混ぜていきます。はい、これで、シブーストクリームの完成。で、そしたらこれを、15センチのセルクル。で、下には、OPP シートっていう、ラップフィルムみたいなやつ貼って、で、あとこのムースフィルム入れてます。で、わーっと入れて、で、こう、周りとかに空気が入らんように、このスプーンで、シュミゼっていうんやけど、これ。こんな感じでこう塗りつけていく感じ。こうやって先にやってやるとこう空気が入らんなるんよね、周りに。
はい、じゃあこれで冷凍庫で、冷やし固めます。よいしょ。そしたら休ませとったこのブリゼ、これをやっていくけん。で、これ強力粉をちょっとこうまぶしながら作業するとこうくっつきにくいけん、台とか。これを3ミリ厚ぐらい、3ミリぐらい厚さ。である程度伸びたらこの3ミリのこうアクリルルーラーっていうこう便利なやつがあるけん。で今回この15センチのこうタルトリング、これに敷き込んで焼きます。で生地結構ギリギリやけん、この量がなんかちょっと不安だなっていう人は多めに作っても大丈夫。そしたらこの状態で一回冷蔵庫で冷やします。結構ね、このブリゼ生地パイ生地みたいにこうグヨングヨンしとるんよ。まだこう縮みやすいんよね。ちょっとここゆとりを残して縮んだ後に、綺麗にするっていう感じ。そしたらこれで30分ぐらい冷蔵庫で冷やしていきます。じゃあ30分経ったけんで、これでこの周りを落として、ちなみにこの作業が多分パティシエとかの好きな作業ランキング1位に入る。絶対トップ10入る。これ猫の目調べ。この配合ギリギリやけん、この足りんとことかにちょっとこう入れて、でこのピケ、フォークでこうピケを開けるんやけど、大体こういうのって。で今回はただ焼いた後にアパレイユを流すんよね。でそのピケの穴が大きいとこう下に出たりするやん。ピケを開けずに、その代わりにこれシルパンって言って、ちょっと待って、コッタさんのロゴが逆になっとる。なんか申し訳ない、それは。よし。クッキングシートのこう通気性がいいバージョンみたいなやつでやるとこう膨らみにくくなるんよね。でそれプラスタルトストーン。はい、これで170度で25分ぐらい焼いてきます。はい、今25分ぐらい焼いてきて、そしたらこのタルトストーンを一回取って、なんか最後の1個が全然取れん。でここに、溶き卵全卵を薄く塗る。なんかいろんな生地とかにパータグラッセとか塗り寄るみたいな感じで、この後流すアパレイユがこう染みにくいように。でこれで追加で、3分ぐらい焼いてきます。はい、これで、下焼きが完成。そしたら、さっきの台に流すアパレイユマロン、言ったら液状のなんか栗生地あれっぽい感じ、ブリュレっぽい感じで、これ生クリームと牛乳とバニラビーンズ、こんなもん。でビーンズは裂いて、この種出して、でこの種も鞘も両方入れます。でそしたらこれは火にかけて、でこっちの方で卵黄とでグラニュー糖、で牛乳軽く沸かしたら、でこっちの手鍋の方に戻します。アングレーズやね。アングレーズソースってやつ
でこれで弱火にかけて、でこれで82度とか83度ぐらいまで、しっかり殺菌プラスちょっととろみをつけるために加熱します。これ量少ないとね、こうすぐ火入るけん結構気をつけた方がいい。で85度とか超えてくると、そこからどんどんこう卵が固まってくるんよね。やけ気をつけてゴムベラで混ぜながら、80度ぐらいで揚げると余熱で、ちょうどいい感じになるわ。でそのぐらいまで加熱するとこうトロトロトロってしてくるんよね。結構もったりしとんの分かるかな。ここに、このマロンペーストと、これバニラのさやがまだ入っとうけんこして加えます。でこれでハンドブレンダーでわーっちやって、あとラム酒を入れるの忘れてた。で栗のこの甘露煮、渋皮煮、これを何個かこう中に入れて焼き上げるっていう。大きさはあえてこうバラバラな感じ。こういう大きいやつとこうちっちゃいやつとかっていう感じで入れようかな。でそしたらこの焼いた生地に散らして、明らかに栗切りすぎたね。そしたらここにアパレルを流し込みます。分量紙じゃね。これで170度のオーブンで20分ぐらい焼いていきます。はい、焼き上がりました。ちょっと粗熱取れたらもうちょいここ沈むけん真ん中。とりあえずこのまま常温で粗熱を取ります。はい、じゃあそしたらこの土台とこっちのクレームシブースト、こっちをこうガッチャンコしていくみたいな感じなんやけど、でムースフィルムを中に巻いとるときは、こうバーナーとかで温めんでも軽く手で温めたら取れるけん。先に取ればよかった。全然先に取ればよかった。でそしたらこれを、最後表面キャラメリゼなんかバーナーでやってやるやつをやるんやけど、今回このカソナードっていうクレームブリュレとかで使われるサトウキビ由来の海外の砂糖なんやけど、これを使うけど別にグラニュー糖とかでもいいけん。グラニュー糖まぶしてバーってやってもいいし、でグラニュー糖とあと粉糖も一緒にかけると泣きにくくなるんよね。水気が出にくくなる。でなんかあるやつでやったら大丈夫。でちょっと今冷蔵庫で冷やしてきて、でこれカットするんやけど、カットするときはカラメルを切らないけんからめちゃくちゃ包丁温めた方がいいんよね。でそしたら包丁結構悪くなるんよね。めちゃくちゃ温めるけん。いや結構使ってない包丁とか
なんか古いやつとかがあったらそっちの方がいいね。で、めちゃくちゃ温めて、でこう手つくと熱いけんね、これ。ごめん、全然下手やった。全然カット下手やった。まあ、こんな感じね。はい、じゃあいただきます。ちょっとカットマジ下手やった。下手やったけど、まあ許して。いただきます。結構でかい。めちゃくちゃでかく作ったわ。うまっ。うまい、これ。まあ、シブーストがね、めちゃくちゃ柔らかい。ゼラチンをあんま入れとらんのよね。ちょっと少なくしとって。やけね、結構もうプルプルなんや、これ。わかるかいな、これ。取り扱いとかは難しいんやけど、めちゃくちゃ柔らかい。しかもイタリアンメレンゲでその空気がめっちゃ入っとるわけやん。やけめっちゃ軽い。なんかめっちゃでかいやん、これ。でかいけど重く見えそうやけど、めちゃめちゃ軽い。で、このアパレユアパレユ自体はそんな主張がドーンってわけじゃなくて、この中にゴロゴロ入れとる栗、それのこう味の補強みたいな感じで、この栗もね、やっぱでかいけん、こういいわ。ごちそうさまでごちそうさまです。いや、めちゃくちゃうまい。てか、シブースト自体久しぶりに食ったけど、いや、めっちゃうまいね。プチガトーとかで作ってもやりやすいね、シブースト。キャラメリゼして、そのまま、冷やして完成やけ。で、これリンゴにしたいんやったら、アパレユはマロンペーストとダークラム抜いて、リンゴのシロップ煮とかを中に入れて、っていう感じでもいいけん。めちゃめちゃ美味しいけん。ぜひ作ってください。では、チャンネル登録と、あと Twitter とインスタと、あと一応サブチャンがあるけん、そっちも、なんかフォローとかなんかしてくれたら嬉しいです。じゃあ、お疲れ様でした。バイバーイ。